バクのホビーチャンネルにようこそ。もうすぐ三大流星群のうちの一つ、ペルセウス座流星群が見られるのだ。そうですね、夏の夜空に降り注ぐ流星群はとても神秘的で、見ていて飽きないですね。そんな見て楽しむ夏の流星群ですが、少し変わったアプローチによる電波を使った観測を紹介します。このシリーズでは個人でもできる電波天文観測として、流星群を電波で観測を行う方法と、機材を作る様子や動作する仕組みについて説明をしています。三大流星群って何ですか？猫には興味なかったかもだけど、1月の四分岐座流星群、8月のペルセウス座流星群、12月の双子座流星群なのだ。それぞれ星座の名前がついているのは、その星座から流星が流れるように見えるからで、これを放射点とか輻射点と言います。ところで電波を使って流星観測なんてどうやってやるんですか？なんか怪しい？そうですよね。ちょっと想像できないですよね。では、なぜ電波で流星群を観測できるのか、そして何がわかるのか説明します。その前にペルセウス座流星群について簡単に調べてみましょう。流星は宇宙の小石や塵が地球の大気にものすごい速度でぶつかり、その時の熱でプラズマ化して光を放つと判明しているのだ。そして塵の分布や軌道を調べた結果、スイフト・タットル彗星がペルセウス流星群の母彗星だと分かりました。ちなみにこの彗星は1995年時点で公転周期133年の周期彗星で、直径は約 26km だと推測されています。そして次に地球に最接近するのは2126年の8月で、地球に 0.16 英雄まで接近すると予想されています。ひゃあ、0.16 英雄ってニアミスなのだ。直径 26km の星が当たったら枝豆の畑が粉砕なのだ。枝豆さん、大ピンチですね。私は木の上に逃げますよ。心配しなくても大丈夫です。2300万 km ほど離れていますから、ぶつかりませんよ、多分。流星群の電波観測の原理と特徴について見てみましょう。流星観測といえば、観測というよりは寝転がって眺めたり、超広角レンズを使いきれいな映像を撮影したり、いろいろな楽しみ方がありますよね。電波による流星観測は RMO と呼ばれ、ラジオ・メテオ・オブザベーションの略です。原理を説明します。電波には周波数の違いにより伝播の仕方が異なります。その伝播特性から分類され、 VLF、LF、MF、HF、VHF、UHF、SHF などに分類できます。そして地球には電離層という太陽からの紫外線や X 線によって大気中の原子や分子が電離し、イオンと電子に分かれた球状の層がいくつかあります。電波の種類によってはこの層を突破できたり跳ね返されたりします。大雑把に説明すると、ある周波数の式位置よりも電波の周波数帯が低ければ、電波は電離層に反射され、高いと電離層を突き抜けていきます。この周波数を臨界周波数といい、日々刻々と変化します。しかし VHF 帯は臨界周波数よりもはるかに高い周波数であるため、空に向かう電波は地上に戻ることはなく、電波の到達距離はほぼ見通し距離に限定されます。ここに流星が突入するとどうなるでしょうか。
流星が大気との摩擦や断熱圧縮でプラズマ化して燃え尽きるんでしたっけ？その通りです。そして流星痕としてプラズマが拡散しながら大気中に漂います。この時、地上から発射された電波は大気中のプラズマに反射されて地表に戻ってきます。つまり普段は届かない遠距離から発射された電波が一時的に届くようになるということなのか？そうです。この現象を流星痕異常電波といい、普段は受信できない遠方の FM ラジオ局が聞こえたり、遠方の同一周波数に割り当てられた放送と地元 FM ラジオ局との間で混信など受信障害が発生します。この現象を検出することで流星の出現数をカウントすることができます。この時、流星検出に使う電波は安定した出力を送信し続けている FM ラジオ局や航空機用の VOR 基地局を使います。 VOR って何ですか？ VOR は超短波全方向式無線標識といい、航空機のナビゲーションシステムの地上施設で VHF オムニディレクショナルレディオレンジの略語で全世界に整備されています。現在では飛行中の航空機は GPS で位置を把握できますが、 VOR 信号の交点からも位置を把握でき、ナビゲーションのバックアップとして機能しています。飛行機の灯台みたいなものなのですか？そうみたいなのだ。動作原理は分かってもらえたでしょうか？わかりました。電波を使った流星観測は曇り空でも明るい昼でも流星を観測できるのがいいですね。でも目で見た方が感動するのだ。そうですね。少し風情が足りませんね。でも電波観測をしているといろいろな現象が記録されて面白いです。例えばどんな現象があるのだ？宮城県沖や三陸沖の地震が起きた時に異常電波ではないのかと思える信号が記録されていることがあり、興味深い現象です。もう少し定量的に解析できればいいんですけどね。まだまだ改造の余地があるってことっすね。はい、少しずつ機能がアップグレードされています。楽しみは後にとっておきましょう。いかがだったでしょうか。今回は電波で観測する流星観測についてでした。ナレーションはボイスボックス。暑さでバテ気味は鎌津明石と、雨が恋しいずんだもん。日陰で涼む猫塚 B でお届けしました。ではまたこのチャンネルでお会いしましょう。ではまたね。